皆様こんにちは。今立っている場所は京成本線の桜駅ですね。これからモーニングライナーに乗って上野駅へと向かうところです。モーニングライナーは京成線の座席指定有料特急の一つで、スカイライナーの車両を使って1日4本設定されています。やっぱり距離が長いと通勤列車より座席指定有料特急の方が楽ですからね。上野駅に到着しました。京成上野駅は JR 上野駅からちょっと離れたところにあり、これから乗車する東北新幹線方面も時間がかかります。今回乗車するのははやぶさ小町5号新青森秋田行きです。実ははやぶさは初めての乗車なんですよね。今見えているのは小町編成、そして後ろに続く緑色の編成が今回乗車するはやぶさ編成となります。グランクラスには乗れませんでしたが、今回は9号車のグリーン車に乗車します。平日でしたが結構乗車率も高く、東北新幹線の需要の高さに驚かされました。ビジネスと観光は半々くらいかな。それにしても仙台まで1時間26分ですよ。次の大宮駅に停車した後は仙台までノンストップってすごいですよね。あまり乗車時間はなくても駅弁はしっかりといただきますよ。午前7時台の新幹線なので上野駅でゆっくり探すことはできなかったんですが、結局このお弁当にしました。シウマイ弁当で有名な崎陽軒です。時々崎陽軒のシウマイ弁当や幕の内弁当は買うのですが、神奈川味わい弁当は初めて見ました。朝なので控えめに札幌の500ミリ缶とともにいただきます。徐々に景色は関東平野の北側に達し、旅気分が盛り上がってきましたね。仙台駅に到着しました。新幹線ホームは4階に位置していて、改札は3階にあります。仙台駅は新幹線と在来線の全営業列車が停車する東北地方最大のターミナル駅ですね。その3階から在来線の改札がある2階を見ています。少し幕で隠れてしまっていますが、中央にあるステンドグラスは仙台駅の待ち合わせスポットとしてよく使われます。よく見ると伊達政宗公や松島の五大堂など宮城を象徴するものが描かれているんですよ。また仙台名物を売りにしている通りがあったり、仙台城跡まで行かなくても仙台駅で伊達政宗公騎馬像を見ることができますよ。仙台駅を離れる前に
まずは荷物を預けるため、今夜宿泊するホテルメトロポリタン仙台イーストによります。2017年12月に開業したこちらのホテルは、新幹線改札口の3階からエスパル仙台のレストラン街を介して直結している抜群のロケーションを誇るホテルです。イーストの名の通り、建物は東口側にあります。用事を済ませた後は仙台市営地下鉄南北線を利用して仙台駅に戻ります。仙台にはこれから乗車する南北線と2015年に開業した東西線の2つの地下鉄路線があります。新型車両がデビューするようですね。ランチは仙台駅西口のパルコ2の中にある宮城の魚赤須のお寿司魚が魚を選びました。宮城県産の笹錦と非常にコクのある赤須を独自の配合で合わせる赤しゃりに市場直送の鮮魚を使ったお寿司を出してくれます。はじめは一品料理を選んでしばらくお酒を楽しもうかと思ったのですが、運悪く欠品が多かった日のようで、刺身と赤貝の紐を使った巻物を酒の魚にします。それでもマグロは東物が出てきましたよ。東物とは千島海流と日本海流がぶつかり合う三陸東沖漁場で、マグロはえ縄船によって漁獲されるメバチマグロのこと。このマグロはもちろん天然物で、冷凍保存を施されていない生のメバチマグロであることが条件です。一年中食べられるわけではなく、塩釜市魚市場で水揚げされ、秋口から冬場にかけての期間限定であることも条件に加えられます。そろそろフグの季節だから、こっちに来られませんかって誘って来る季節だ。写真でしょこれ。写真。
ランチが終わった後は仙台駅へと戻ります。この仙台駅はペデストリアンデッキが印象的ですよね。駅から広範囲に伸びる歩道橋は国内最大級の総面積を持っています。それではホテルメトロポリタン仙台イーストにチェックインをしましょう。チェックイン後すぐに客室へ向かうのではなく、フロントと同じ4階にある宿泊者専用ラウンジに寄ってみました。ラウンジにはコーヒーやジュースなどの飲み物しかありませんが、なかなか居心地の良い空間です。景色は仙台駅東口のロータリーですね。仙台駅東口はペデストリアンデッキのある西口とは対照的に割と静かな駅前って感じです。今回は旅行記ですので、ホテルメトロポリタン仙台イーストの宿泊記は別動画にしてアップロードいたします。それでは夕食を食べにホテルを出発します。10月になると18時前ではすでに暗くなってますね。場所は仙台駅から徒歩10分ぐらいの距離にあるソウという名の焼き鳥店で、オープンは2023年8月と比較的新しいです。最大でもカウンター席が8席しかない完全予約制で、約1ヶ月前に電話で予約しました。足ずり地鶏を用いた珠玉のおまかせ焼き鳥コースをいただきましたよ。そうに関しましても別動画にしてアップロードしますので、それまで楽しみに待っててくださいね。福島でも何回やってませんでした。福島、寿司屋さんとあそこ福島の寿司屋さんとかでなんか関さんも一緒にあったね。投げ寿司。いやー、予約が取れてよかったなって思うくらいうまい焼き鳥でしたね。ちなみにホテルへの帰り道も徒歩にしました。仙台駅から徒歩10分くらいの距離と言いましたが、ウエスティンホテル仙台のすぐ近くにあるんですよ。仙台駅を行ったり来たり、仙台旅というよりは仙台駅旅の表現の方が近いかもしれませんね。明日も今日と同じみたいに仙台駅を中心にして行ったり来たりするつもりです。こちらは西口にある1988年開業のホテルメトロポリタン仙台。仙台駅には2つのメトロポリタンがあります。2日目、チェックアウト後、荷物をホテルに預けて出発します。フロントのある4階からエスカレーターを使って降りていくとエントランスがあり、ここを出るとね、エスパル仙台のレストラン街でしょ。まだ11時なのでレストランもオープンしていないようですが、すでに待ち客がいるようですね。実は今日ホテルで朝食を食べていないんですよね。その理由はここへ行くためです。丹野善次郎。ちなみにここは南町通り店です。仙台駅の牛タン通り店、仙台駅からすぐ近くにある駅前本店をご存知の方は多いと思いますが、南町通り店は2024年4月にオープンした比較的新しい店舗です。
仙台駅からも近いですよ。新しくて広いので今回はこちらにしました。みんな緑が多いんだよ。でも今言ったって何もやることないから認めて、そこでそういうのやるわけでもないし。それから三越のね、県庁なんかの近くにある公園があったけど、そこで谷風のね、銅像なんかあるんだけど、それもあんまり知られてないけども、すごい等身大のがあったりね、いろんな隠れたのがたくさんあるのよ。仙台朝市を聞いたことはありますか？割と有名なので知っている方も多いかもしれませんね。実は仙台朝市を行う通りも仙台駅の近くにあるんですよ。嫁さん108円でよかった。はい、じゃあ、そういうはい、どうぞいらっしゃいませ。いいかがでしょうか、どうぞいらっしゃい。はい、パンマですよ、どうぞ。はい、安いところどうぞお待ちくださこれ城下町は大正時代と比較した地図をちょっと切り替えてるんですね。
ライトだけ大体500円くらい。毎日買ってる。毎日6日食べてね。だからホテルメトロポリタン仙台イーストで荷物を受け取り、次のホテルへと向かいます。旅をするときは同じ街でも異なるホテルを選んで連泊をしないようにしてるんですよね。荷物の整理や移動は面倒にはなりますが、いろいろなホテルに泊まりたいんです。2日目に選びましたのは仙台駅から徒歩で10分くらいの距離にあるウエスティンホテル仙台です。仙台駅のペデストリアンデッキからもホテルは見えますが、仙台で一番高い高層ビルのため、歩いたら思ったより距離があるんですよね。ウエスティンホテル仙台の宿泊記は別動画にしてアップロードする予定です。夕食はタクシーで移動し、今夜は青葉区春日町にある寿司徳で寿司コースをいただきます。寿司徳は2022年6月にオープンしたカウンター席8席のみの寿司屋で、こちらも1ヶ月前に電話をし、運よく予約することができました。寿司徳での寿司ディナーは別動画にしてアップロードする予定です。寿司徳からウエスティンホテル仙台までの帰りはタクシーを利用しました。ちなみにタクシー料金は1010円。徒歩では遠すぎるし、地下鉄も中途半端になるので、ウエスティンホテル仙台から寿司徳まではタクシーをおすすめいたします。3日目、本日は帰るだけの予定です。ウエスティンホテル仙台の26階にあるシンフォニーで朝食をいただき、マリオットボンボイのゴールドステータスを生かして、ホテルは13時30分過ぎにチェックアウトしました。仙台駅から帰りに利用する列車は14時44分発のやまびこ144号を選びました。行きと同じく上野駅まで利用しますが、なぜはやぶさではなくやまびこなのか。それはやまびこ144号が仙台駅始発だからこそにあります。帰りもグリーン車を選びますが、仙台駅始発ではない新幹線を選択すると、新青森方面から仙台駅まで利用した乗客の席を
仙台駅から使用する可能性があるためです。仙台駅始発ならば仙台駅に入線する前または入線時に車内清掃が発生するため、他の人が座っていた直後の席を指定される心配がないからなんですよね。次は白石蔵王に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。今回の仙台旅はいかがでしたでしょうか。動画では食べるとこばかりを集めているように見えますが、実際も観光はほぼなくこのような旅をしています。上野駅で下車した後は京成線の上野駅から自宅の最寄り駅へと向かいますが、こちらも1時間以上の乗車をしなければなりません。首都圏から仙台へは航空路線がなく、新幹線に頼るのが一般的なんですよね。
それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。